包丁も自分の手の延長線だと思わないとなかなか使いづらいんですよね。1年目なので覚えることがたくさんありますね。やってやろうという気持ちがなく、たまたま僕出身が海外だったんで、日本の伝統的文化の仕事をさせていただいているから、喜んでいただこうかなと思ってます。2003年生まれの21歳です。出身は宮城県の石巻市です。これやってみてって言われて、ちょっと待ってくださいって一回ちょっと裏に行ってメモ見て、ああそうだったって思い出してやることがほとんどですね。で今はもう失敗とかしちゃうのでたまにちょっときついんですけど、なんとか今まで1年間頑張ってこれてます。中国の大連出身です。ポークイと申します。よろしくお願いします。やっぱりこの厳しさって感じた時に、やっぱりこの仕事俺無理かなと何回も思ってたんですけど、でもそれも救われたのも人なんですよね。だから人間関係って難しいですけれど、でもやっぱり多様のも人間かなと私は思ってました。はい、すいません。こちらへどうぞ。こんにちは。今日よろしくお願いします。お願いします。やっぱり寿司という文化は日本だけじゃないですか。この魚で生で食べるの文化は日本だけだと思うんですよ。だからこの魚の鮮度ってダントツこっちです。なぜというとやっぱり生で取った時の処理からも違うんですよ。でもその14年も続けてこれるその原動力というか、こう寿司職人で面白いって思うところはどんなところですか？魚とお客さんですかね。やっぱり魚って正直言うと生きてる魚さばく時に命の扱いと同じことなんですよね。その魚とやってお客さんに買う時からやっぱり買ってくれる人と取ってくれる人の気持ちを考えるとやっぱり大事に処理したいなというところはあります。それはこの仕事の楽しみでそれかなと思って、あとはやっぱりお客さん帰る時に美味しかったごちそうさまでしたと言ってまた来ますねという言葉はやっぱり最高のご褒めじゃないかなと私は思いますね。美味しくないんでこうやって一回脱水はしたいんですよね。これはその脱水用のペーパーですか？そうですね。白身魚ってやっぱり水分強い時と旨味とかいろいろチェックしてるんですよ。だから朝で食べてこれ例えば水少し強かったら少し昆布で挟んでるとか処理しますし。もともと魚は使いたかったとか寿司屋になりたかったとかあったんですか？地元が石巻だったので昔からそういう機会に触れることが多かったので、いずれの職業はお魚かなって思ってます。寿司屋以外は選択肢なかったですか？ありましたありました。専門学校が日本料理寿司専攻だったのでその2択でしたね。実家が日本料理屋さんをやっているので、日本料理の道に進むかお寿司の道に進むか迷った時に自分は海外に行きたかったことを思い出して、
まあ、海外から考えたらお寿司の方がちょっとやった方が近道なのかなと思いまして、お寿司の道に進みました。結構このマグロの脂身を一回チェックするんですよ。まあ一回こうやって舐めるんですよね。一回指をつけて一回舐めるんですよ。でそうするとその脂結構甘く感じるとき、このマグロすごく僕好きなマグロなんですよ。赤身も結構皆さん寝かせて食べるのタイミングがあるんじゃないですか。まあなかなかこうやって取ってるタイミングがそれぞれ違うんで、寝かせるのタイミングも寝かせし方も結構変わるんですよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあこの均等さはすごいんですよね。同じぐらいねバランス的にツヤもいいんじゃないですか。苫小牧のホッキ貝ですね。黒ホッキってすごく大きくて身も厚くて。シャリはお酢は米酢ですか？米酢ですね。少し柚子刻んでる中に混ぜるんですよ。そうするとシャリできるときに柚子刻んでるのある。これ食べるときに白身とかイカとかすごく香りが良くて、皮を半分吸って半分刻むんですよね。完全どっちかやるとやっぱり香りと物が足りないんで。寿司まささんだと、はい、シャリは何種類使うんですか？基本2種類。2種類違う。1種類麺でもう一つ赤酢かこの柚子シャリをサブでちょっと使わせていただいて、ネタによってちょっと変えますけど、ただ柚子シャリと赤酢を両方全部やるとその日は大変なので、まあその時の選択肢が基本まあ2種類というですかね。はい、ちなみに寿司まささんは魚の仕入れは、はい、宮城中心であとはいろいろ東京だったりどういう仕入れルートなんですか？そうですね。基本仙台市場なんですよ。あと石巻から直送でいただいておりまして、でマグロは今ほとんど東京山行さんから使わせていただいております。はい、ソイですね。だったら隣のヒマラヤの岩塩で食べれたとか、あとお醤油で一切れずよかったら召し上がりください。メリットとソフトな感じの共存、美味しい。これリンククジラのもみですね。ちょっとでも遠目から見るとマグロっぽいですね。そうですね。すごい赤い。これ色出しすごく難しいんですよ。油が強いんで、ちょっと失敗するともう黒くなって美味しくないですね。おお。これ味ついてますので、上の穂先のところを持っていただいて下からそのまま食べていただければと思います。熱いので受け継いでくださいね。これって天ぷらではないですよね、揚げ方的に。揚げてから天ぷらなんですよ。あ、天ぷら低温でこれ生から揚げてるんですよね。はい、だから低温で一回火入れて、その最後にちょっと火を強くして温度を上げて、それでちょっと焦がしつけてるんですよ。うわ、ほら、衣ちょっと味ついてて、そうですね。これうまい。美味しいです。本当美味しい。お待たせしました。これタチウオ塩焼きですね。これ宮城のタチウオなんです。骨がおしゃれ。
うわ俺太いんだね。すごい密室が繊細。包丁の入れ方がすごいですね。いやー、やっぱり生きてるんでこうやって綺麗にされてくれるんですよ。美しい。宮城の方にとってはこの蒙古のお塩は結構メジャーなつまみなんですか？この頃だいぶ流行ってきたんですよ。やっぱり多分ご存知だと思うんですけど、ケソのマンの名物じゃないですか。はいはい。そうですね。僕もこの塩10何年ぐらい、そのぐらいはやっぱりずっと使ってきたんで。これちょっと岩塩と海のマジオで合わせてで味付けてます。これ蒙古の星ですね。わ塩で食べてるんです。この血抜きをうまくすれば臭みも全くないんですね。ごま油ですか？ごま油ですね。寿司屋のレバ刺しです。そうですね。はい。本当になかなか贅沢の一品だと思います。これはうまい。さっきのとプロと違ってコリコリしてます。さっきはこの丸いところですよね。そうです。一番最初のつまみはこの丸いところです。はい。はい。で今かけたここの白いのこの音で本当にこの短くなったんですよ。食感がより強いですね。だからさっき食感があるものとおっしゃってたから、はいもしかしてと思ってここをちょっと切らせていただいたんですね。ありがとうございます。さすがの気遣い。ちょっとホワイトアスパラみたいな。ホワイトアスパラ、たまにお客様言われます。なんでお寿司屋さんアスパラ置いてますか？うん、おいしい。美味しいですか？ガリ美味しいです。やっぱりイカは包丁が大事なので、やっぱり裏にも包丁ちょっと入れた方が噛みやすいかなというところはありますね。いきなり1貫目から面白い出し方。ほんのりゆずシャリの爽やかな柑橘の香りが鼻を抜けてくる。これ締めて今日で3日目なんですよ。で白糸昆布、そうです。白糸昆布ちょっと。おしゃれだ。赤目バルですね。はい。昆布当て。そうですね。一回軽く昆布で水を挟んでましたんで、3時間ぐらいですかね。はい。なので醤油は結構薄めでつけてるんで、そのままちょっと楽しんでいただければと思います。はい。で、これがやっぱりシャキシャキして美味しいかなと思います。でも寿司館の中も若い子を育つために修行サラダで名前がつけたんですよ。太鼓の妻でね。このてんこ盛りにして。で、僕一回手伝いに行った時に分からなくて、普通にこうやって大根剥いて仕事してたんですよ。でそしたら隣の先輩から「お、修行サラダ作ってるよ」という始まって、俺分かんなくて、お客さんに修行サラダ3人ぐらい頼まれたんですよ。俺剥いた大根一瞬でなくなったんです。うわー、今日一重たいずっしり。これ金華ウニはかなりレアだ。金華ウニっていうのは紫ウニで、基本三陸沖でウニ解禁は4月なんですよ。はい。この金華ウニというのも2月から解禁されるんですよね。はい。で無添加なのですごく甘くて美味しいです。これは気仙沼の名物フカヒレというものです。うわー、ホタテも入ってる。まさに三陸の海が詰まった超贅沢東北茶碗蒸しだ。これもう東北の宝石箱ですよ。そうです。どんどんゴロゴロどんどん出てくる。
ちょっと綿の苦みがあっては大人のおつまみ。お店へのアクセス方法を教えてください。そうですね、まあやっぱり仙台駅というの大きな駅があるんで、そこから一番仙台目安という国分町という場所があるんですね。その間に一番ちょっと駅、地下鉄駅があるんで、そこ一番最寄り駅なんです。定休日は基本水曜日で調整されてるんです。営業時間はお昼11時半からで、最終入店は2時までですね。一応営業時間2時半までです、はい、夜は5時からの営業で10時まで、同じ30分前にラスト入店とラストを出させていただいております。まあ、そうですね、ランチで基本僕おすすめの2つ、寿司マサランチという寿司のセットとランチコースというコースがありますね。これはすごくお得のセットとコースになると思いますので、ぜひよかったら、はい、そうですね、寿司マサランチは金額全部税別で2500円になっておりまして、でランチコースは4000円税別でなっております。夜はコース4種類ですね、用意させていただいていまして、基本7000円からですね、はい、でその上に1万円と1万5000円があります。でその上に親方お任せというのを基本予約必要なので、はい、それで1万8000円でご案内させていただいていますね。もし行きたいとなった場合の予約方法を教えてください。そうですね、一応お電話での予約を受けておりますが、あとネットから黒波さんも、ホットペーパーさんも食べログさんも、はい、全部予約いただけますので。結構甘いマグロですね。ふくよかで美味しい。イカの身ですね。上に乗っけてるのは山わさびです。美しいですね。甘さがある。そうですね、やっぱり包丁ちょっと入れると、あとやっぱり山わさびいい仕事してると思います。はい。ホキ貝ですね。これちょっとここ包丁入れたんですか。少しはですね。わあ美しい。すごいフォルムだ。さっき大将が貝殻をさばいてたホッキ貝がこんなに美しい形の握りに昇華される。アジの包丁の入れ方は何でこういう味だったらこう入れようとかっていうのは結構気分ですか。油ですね。逆に油が強い時に包丁こまめに入れた方が溶けやすくて切りやすいんですよ。そうすると甘みが強く感じるかなと思いますよね。これフォルム最高っすね。ちょっと赤貝みたいなフォルム。赤貝みたいな。この中トロもゆずシャリで握ってる。これはなかなか珍しい握り。マグロとゆず。かなり包丁細かい。わあ綺麗。イカの波作りみたいなフォルムしてますね。はい。かなり包丁入ってる。よく藤の花ように咲いてるかなと。藤の花のような。これ水ダコですね。水ダコですね。はい。これ生きてる時にもう綺麗に咲くんですよね。最初タコのソフトなナチュラルな感じで塩がきて、はでこのほじそは味がどんどん変わっていく。い。そうですね。で通常だったらこれお塩とかお醤油表面で僕ずっと味付けてるんですよ。中に俺中にしたんです。中に塩ですよね。はい。だから最初本当にタコの香りで味わっていただいて、そうすると噛んだ時に味が出てくるんです。すごいおしゃれですね大将。少しは遊び心がないと。大将が、はい、もし明日もう人生終わりだって言って最後に一回握れるとしたら何のネタ握りますか。僕はウニするかもしれないですね。ウニ。はい。なんでですか。ウニって形的によく思うけど、最初食べた時すごいかな、食べようと思ってたらすごいかなと思ってて、でも行って本当に初めて美味しいウニ食べた時の感動が今でも忘れられなくて、で僕もウニでいろいろ料理作らさせていただくんですけれど、最近てか何年前からウニのリゾットを作って
それがいろいろ方に幸せな顔を見せていただいて、まあウニしようかなと思ってます。じゃあ今日出てくるの楽しみにしてますんで。今日は作りません。えこれで締めていただいて、僕人生最後のイカをこれ作りたかったんですよ。でもね、いやこれ中にウニご飯入ってるんですよ。下に毛ガニ、ウニ、イクラ、贅沢ネタの三重奏。これはすごいな。さっき多分言ったと思うんですけど、縦にネギトロも少し入ってるんですよ。あ、ネギトロも入れてるんですか。そうです。だからあれ叩いてたんですか。はもう贅沢ネタの四重奏。い。そうですね。カニ、ウニ、イクラ、ネギトロ、そこにシャリ。超贅沢。俺今海苔渡さなかったから来たんですよ。これは贅沢だ。幸せです。嬉しいです。うまっ。うわ、細かい。俺感動するわ、こうやってこう見ながら。そう。僕もさっき同じ話しましたね。この包丁の入れ具合綺麗ですね。ありがとうございます。溶け具合がすごい。これやっぱりその骨がないっていうのも大きいと思います。でもこの骨をしっかり丁寧に抜いてくれたから。確かに今のイワシは完全生。完全生です。もう筋目も塩もやってない。塩も何もやってないです。もう本当にさばいてそのままで、だからやっぱりアニサキスの確認一日しなきゃいけないです。お、嬉しいね。影よなのこうやって見てると、そうですかね。ピアニストみたい。あ、ピアノちょっとやってました。寿司職人としてご自身が一番大切にしている考えとか大事なことって何だと思いますか。大切なお金を払って食べに来てくださるので、やっぱり自分が受けて心地の良い接客の仕方とか、お客様の気持ちを一番に考えた接客を大事にしています。綺麗な断面。どれぐらいの頻度で握りの練習とかされるんですか。一応毎日、毎日ですね。でその中でもやっぱり私も今日みたいにホールに出てたりもするので、そういう時は休憩時間とかやっぱりお客さんいない時間もあるので、で裏で、シャリにラップ巻いてやってます。いやなんかすごい本当柔らかいですお寿司が。ありがとうございます。はい、ほんわかする感じの優しさがあふれて美味しいです。また大将とはちょっと雰囲気が違う感じのやっぱ柔らかさがすごいあるなと思って。そうですね。はい。いや美味しいですねこの口どけが。最後にこれ出されちゃうと。通常のプリンだと僕もそのカラメルがかけるのプリンあんまり得意じゃないんですよね。なぜというとやっぱり今の時代と皆さんすごく糖分気になる方が多いんじゃないですか。でカラメルって砂糖の焦がしではっきり言うとですね、
それとわざわざこのピン甘くし少し甘くしてそのカラメルでまたさらに甘み出すのがかなと思ってなんで砂糖を思い切って減らしてそれ作ってるんですよ。これでは寿司マスさんのお任せだと最後やっぱ何かしらデザートは出るんですか？そうですね、あはい、果物だったり、その時その季節の果物だったりもうこれ手作りでデザートだったりとかいろいろあったり大将寿司マスさんはお米は何を使ってるんですか？今はコシヒカリコシヒカリ。意外と今日結構ゆずシャリを結構握ってるんですよね。結構握ってます。イカだけじゃなくて、なんでこのゆずシャリは僕は結構合うと自分が思ってるんですよ。やっぱ全然きつくないですね。きつくないです。酸っぱすぎないししょっぱくないし、でも米の甘みをすごい感じる。感じます。やっぱね、ササニシキの時にもうちょっと酢が効いてたんですよね。でもこのコシヒカリが粘りが強いんですよ。ちょっと正直言うと少しいろいろ悩んでるところがあったんですよ。でもやっぱゆずシャリの方がはっきりしますね、味が。はっきりしますねはい強いですね。この寿司館さんならではのちょっと町寿司っぽい万人受け系のふっくら感があって、例えば食べるの順番とかやっぱり今までの順番とか飽きるのパターンあるし、その味の変化で本当に疲れが弱くなるかなと私は思うんですね。でも逆に全部ゆずシャリでいったら逆に疲れるかもしれないです。香りが強すぎて。なんか寿司マサさんのこだわってらっしゃるところとか大切にされているところってどんなところですか？ネタケース並べネタと目の前に座ってるお客様と僕の周りの従業員だと思うんですが、この3点はやっぱりどっちにかけてもお客さん来ないと魚なんちゅうか使いところがなくて回転できなくて、従業員がなければ僕の一人の力は何もできないし、お客さんもそもそもこの美味しい魚がなければお客さんも来たらやっぱ喜びとかもなくて、これがすごく大事かなと思います。すごいなんかもう何が出てきたな、最初の何が出てきたかなって忘れるぐらいたくさん食べて、嬉しいです。で今日握りたくさん握っていただいたんで、なんかこうネタケースがあると余計にこれ食べたいとかあれ握れますかとかってそういうコミュニケーションできるのもちょっと町寿司スタイルが入って嬉しいなと思って、人間味あふれる皆さんが働いてらっしゃるお寿司屋さんで、感謝ですね。ネタもやっぱ鮮度が高くてすごい大将の技術もあってすごく美しくて美味しくて楽しかったんで、ぜひぜひまだぜひ引き続きここのお店で仙台からこの日本の寿司文化を発信していただけたらと。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。頑張ります。またぜひよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。した。仕込みも大根のあれも見せていただいて、であとは握りもマグロとトロタクをいただいて、改めてまだお若いですけど頑張ってくださいね。頑張ります。ありがとうございます。はい、楽しかったです。ごちそうさまでした。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございました。